皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。早いもので新しい年が明けてね、もう一月が経ちましたが、今日はですね、去年買ってよかったものをジャンルを問わず、ランダムに8つほどご紹介します。去年もですね、いろいろとお買い物をした中で、実際にね使ってみて、本当に買ってよかったと思えたものを紹介しますので、ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。まずはこちら、シャネルのバレリーナです。このバレリーナは去年シャネルのね本店に行った時に購入してきました。バレリーナがねシャネルのプレタポルテコレクションに登場したのが1984年で、このバレリーナはねガブリエル・シャネルがデザインしたバイカラーのバックストラップシューズにインスパイアされてデザインされたそうです。現在シャネルのバレリーナにはねラムスキンやパテント、それからツイードやキャンバス生地など、本当にね多くの素材に加えて色のオプションもたくさんあって、正直ね結構買う時に迷ったんですが、やはりねバレリーナの1足目は使いやすそうなねベージュと黒のバイカラーにしました。実際に履いてみて、正直ね初めは若干足が痛くなりそうな気配があったんですけど、しばらく履いていたらすっかり馴染みましたので、さすがはねラムスキンだなと思いました。カジュアルからちょっとしたねおしゃれをしたい日まで、どんなコーディネートにも合わせやすい万能なバレリーナは購入して大正解でした。実は最近気に入ってねよく使っているバッグがあるんですが、そのバッグはねソングモントっていうブランドのバッグで、デザインはすごくシンプルですが、年齢を問わず持つだけでおしゃれ見えを叶えてくれます。ソングモントのバッグは上質なレザーやスウェードを扱い、平均年齢が60歳のね熟練の職人さんたちの手により作られていて、品質とデザインへのこだわりを大切にしているブランドです。実際に使ってみて、本当単にねおしゃれなだけじゃなく機能面でも優れていて、確かな品質なのに手に届きやすい価格帯っていうのも魅力的だと思ったので、今回紹介することにしました。詳細はですね概要欄に載せておくので、もし気になられた方はね概要欄をチェックしてみてください。今日は紹介したいバッグが2つあるんですが、まず1つ目はこちら、ソングモントの定番モデルの一つで、ブランドを立ち上げた初期の頃からあると言われているソングバッグです。柔らかな手触りにきめ細やかな脂肪感が魅力的なフルグレインレザーを使用したソングバッグには収納がたくさんついていて、バッグシェイパーにもなりそうなポーチと取り外し可能なショルダーストラップがついてきます。こちらのソングバッグ、サイズの展開がスモール、ミディアム、ラージの3種類、そして色の展開がね結構多くて、私はすごく悩んだんですが、今回はこちらの真ん中のミディアムサイズのソングバッグにしました。このバッグはですね、そこに金具がついているので、そこをね傷や汚れから守るだけでなく、置いた時のねバッグの安定感にも優れています。こうやってね見た目はすごくコンパクトなのに、思った以上にね物が入るのですごく使いやすいです。持ち方もストラップを外してね腕にかけたり、
ストラップを短くして肩掛けやストラップを長くして斜め掛けもできるので、さまざまなシーンで活躍してくれます。2つ目はこちら、コーヒーのドリップバッグからインスピレーションを受けて作られたと言われているドリッピートートです。こちらのドリッピートートはね、このカーフスキンのショルダーストラップととにかく柔らかくてね、上質なスエードは温かみのある質感で、ミニマルでね洗練された印象を与えるドリッピートートは持つだけでねおしゃれ見えを叶えてくれます。こちらのドリッピートートはサイズの展開がね2種類ありますが、今回私はですね物がたくさん入りそうな L サイズを選びました。ドリッピートートは大容量なのでねある程度物が入るのに、結構軽くてね使いやすく、両サイドにねこのようにしてポケットがあるので携帯や小物を入れることができて便利です。それにねこのバッグはユニセックスのデザインなのでデビットともね兼用で使えるっていうのも嬉しいです。This unisex bag is perfect for both men and women. It's stylish and spacious, making it ideal for carrying office essentials or camera gear. It also makes a thoughtful Valentine's Day gift. ちなみに L サイズだとね16インチのパソコンが入りますので、機能面でも優れています。なので旅行の時のね飛行機の機内持ち込みバッグやちょっとしたね遠出のお供としてもおすすめです。さらりとおしゃれ見えを叶えてくれるフォートレススタイルのソングモントのバッグは品質の良さはもちろんですが、単にねおしゃれなだけじゃなく機能面も充実しているのに比較的ね手の届きやすい価格帯っていうのも魅力的で、それに加えてね一つのバッグでいろんな持ち方ができるのでコーディネートの幅も広がっておすすめです。今日紹介したバッグの詳細はすべて概要欄に載せておくので、気になられた方はねぜひ概要欄もチェックしてみてください。今年はですねフランス郊外の田舎町にも行ってみたいなって思っているので、この手のねハイクオリティでおしゃれなバッグっていうのは出番が多くなりそうです。お次はこちら、グッチのジャッキーです。このジャッキーはですね去年の春にパリのサントノレの店舗で購入してきました。この頃ねヴィンテージケリーのボックスレザーのねルージュアッシュのお色味を必死に探していましたが、なかなか出会いがなくてね諦めかけていた頃にちょうどこの上品なねワインレッドカラーのジャッキーが目に飛び込んできて即購入に至りました。偶然ね値上げ前だったのと、そのヨーロッパで購入できたこともあってアメリカでね購入するより 30% 以上安く買えたこともラッキーでした。それに私はね日頃あまりカラーものを取り入れた洋服を着ることが少ないので、このバッグを持つとね差し色になって私のワードローブとの相性がいいので気に入って使っています。旅先で写真を撮ってもらいたい時にね知らない人にお願いするのも、ちょっと気が引けるし、それにねお願いしたくせに実際に撮ってもらった写真をチェックしたら、写真がねいまいちだったなんてことはありますよね。そんな時のね救世主を今日はご紹介します。私はそんなに機材系は詳しくないので、機材オタクのねデビットに詳細を聞いてみましょう。Konnichiwa, David desu. Hello everyone. You're right, asking a stranger to take your picture is tough. So I'm usually taking all the pictures. But sometimes I want to be in the shot too. This tripod selfie stick with remote control for our camera phones has helped capture the moment much easier now. I'll show you some examples of what we got with it. Our friends always ask us if we hire a local photographer to
follow us around while we're traveling. We happily tell them, nope, we did it all ourselves. I found it on Amazon. If you're interested, there's a link in the description below. Let's take a look at the specs. It's small and lightweight. It's a selfie stick that extends for traditional selfies, or the feet can spring out to easily become a tripod for more interesting shots. My favorite part is that it uses MagSafe to attach to phones easily. It can rotate to switch between horizontal and vertical quickly. Then you can either set the timer on your phone or use the included Bluetooth remote to activate the camera shutter. There's also a place to store the little remote so you don't lose it. Then, when we're done, it quickly collapses and can fit in the bag. It's great. 旅先や家族の集合写真などでね、これがあると結構強い味方です。それにコンパクトになるのでね、持ち運びがしやすいのも助かります。次に紹介するのは、私のチャンネルを見てくださる方の中にはエルメスのファンの方もね多くいらっしゃると思うので、すでにねご存知の方もいらっしゃると思いますが、こちらエルメスの道というねエルメスの会社の歴史を書いた漫画です。こちらの漫画はね新版ですが、旧版が確かね1997年に出版されていて、私は両方購入しております。でこの漫画のね何がすごいかっていうと、この漫画がね書かれるまではそのエルメスにね斜視っていうものがなかったそうです。斜視って聞くと、勝手なイメージですがね、長い文章でダラダラ書かれているものを想像してしまいますが、エルメスはねその歴史を漫画にしてしまうっていうのが実に斬新で面白いなって思いました。でこの漫画が書かれた経緯はね、5代目社長のジャン・ルイ・デュマさんがねエルメスの斜視を日本の漫画で書いてほしいと依頼されたことから書かれたそうです。でこの5代目社長のねジャン・ルイ・デュマさんといえば有名なねバーキンバッグの誕生のきっかけになった社長さんで、ご存知の方もね多くいらっしゃるかと思いますが、偶然彼がね乗った飛行機で、隣同士になった女優のジェーン・バーキンさんのために収納がしやすくエレガントでね昼夜問わず使えるバーキンバッグをデザインしたっていうねバーキンバッグの誕生ストーリーが有名ですが、ちなみに彼のお父さんはねシェーヌ・ダンクルやケリーバッグのねデザイナーさんです。で話はそれまくりましたが、この漫画がね唯一エルメスが公認しているエルメス誌だそうです。すごいよね日本の漫画。内容としましては、そのバグ屋としてね始まったエルメスがフランス革命や2つの戦争を経て一流のブランドとしてね世界で認められるまでがフランスの歴史とともに描かれているので、当時のねフランスの背景も知ることができますし、漫画なので結構あっさり読めます。で実際に読んでみて、どれだけね時代が変わろうとも常にね職人さんの持つ技術をね大事にして、その伝統を絶やさないことにね専念してきた結果、今のエルメスっていうブランドがあるんだっていうことが分かりました。エルメスっていうブランドが好きな方はもちろんですが、エルメスだけでなくねそもそもハイブランドに興味がないっていう方にもものづくりへの奥深さやその歴史にはね感銘を受けると思うので、気になられた方はねぜひこの漫画読んでみてください。お次はこちら DJI Osmo Pocket 3という手ぶれに強いポケットサイズのカメラです。こちらのカメラのね最大の魅力がこのコンパクトさとね圧倒的な軽さです。特にね旅行中っていうのは移動も多く、その一日中出歩いているとねどれだけ身軽でいられるかっていうので、その日の疲れを大きく左右すると思います。これをね買うまではその他の Vlog カメラを使ったりしていましたが、今は一番動画でこのカメラを使っていると思います。その他の魅力をねちょっとデビッドに聞いてみましょう。Starting a YouTube channel has been a learning experience, and I've learned that I'm a huge camera nerd. I also learned that I don't want to carry around a lot of heavy equipment while we're traveling. This Osmo Pocket 3 is a little HD camera with a built-in stabilizer and Bluetooth microphones. So that means it captures very high quality footage and audio. It's very easy to operate. Just flip out the screen and hit the record button. The
camera sensor inside is larger than an iPhone, so that means it captures more light, perfect for indoor or night shots. It provides smooth footage, better audio, and best of all, it's lightweight. It's really fantastic. There's a link to Amazon in the description if you're interested. このように旅先やね、ホームビデオの撮影をコンパクトカメラで済ませたいという方には本当におすすめの一台です。お次はこちら、シャネルのミニフラップです。去年の春にね購入しました。ミニフラップをね半年ほど探していましたが、なかなか出会えず、ほぼ諦めかけていた時にね、パリの空港の免税店で今日1ヶ月ぶりに黒が入ってきましたと言われて、即購入しました。それで実際にね使ってみて、そのシングルフラップでねこの大きさなのですごく軽くて使いやすいんですが、チェーンのね長さ問題っていうのに直面しました。というのがね、端的に言うと肩掛けや斜め掛けをした時にそのチェーンの長さがねちょっと長くてどうしたもんかなって思っていたんですが、このような調整クリップを Amazon で見つけました。すごくシンプルな作りで、この両サイドのフックの部分にねチェーンを通します。これで結構短くなります。このクリップを見つけてからはこのミニフラップをね使う頻度が増えました。ラストはよく身につけているジュエリーです。基本的にあまりねジュエリーをつけていないか、それぐらいねシンプルなジュエリーが好きで、最近はゴールドよりねシルバーやホワイトゴールドを身につけていることが多いです。でよく日常でつけているのが、まずピアスはアイデルの1カラットスタッドピアスです。アイデルのジュエリーはね何度か私の動画でね紹介したことがありますが、このスタッドピアスは1カラットダイヤモンドなんですが、ダイヤモンドの外周がね大きく見えるので気に入ってよく使っています。そして腕はねちょっとあんまり何かつけるのが好きじゃないので、ブレスレットも時計も何もつけていないんですが、でもね40歳までにその一生ものの時計を買うっていうのはありかななんて思ったりしています。そしてリングはですねスピネリ・キルコリンという LA 発のねファインジュエリーのブランドのものを人差し指につけていて、シンプルなんだけどねさりげなくおしゃれに見えるデザインが気に入っています。そして右手はエルメスのリングを中指につけていることが多いです。以上が私の2024年の買ってよかった購入品たちでした。やはり年々思うのはね、そのむやみに物を増やしたり衝動買いはせず、厳選して自分が本当に使うもので長く使えるものを集めていきたいと思います。この動画がいいと思っていただけたら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではこの動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。